どうも、ボタニカリスティックスです。今日はね、考察動画、今日はね、ガジュマルについてやります。先日ね、ウィアンディの紹介動画の中でもちょっと触れたんですよ。何を触れたかって、そのね、さらっとね、あまりにもね、さらっと言っちゃったんで、もう聞き流しちゃってる方もいるかもしれないんですけど、このね、問題はね、かなりね、メジャーな問題で、この海洋植物界のなんかいろんな誤用とか、学名の間違いとか、それこそね、アスペラパーセリーの問題とかは、学名じゃなくて、もっと上の園芸品種名のところの問題だったりとかもするんだけど、なんかそういったいろんな問題の中でもね、特にそのメジャーな問題、これはね、学名の問題なんだけど、もう世界的にも有名なガジュマルについての学名の間違い。あとね、プラス湘南ゴム系の話、湘南ゴムのいろんな複雑に絡み合ったその問題の話もしたんですけど、湘南ゴムと同じぐらい有名かな。もっと有名かな。でね、もうすでにね、結構決着ついてるから、あんまり心配してない問題なんですけど、でもね、未だにね、やっぱりね、日本のね、園芸店とか、そういったところではね、その間違いをそのままずるずる引きずってるんで、ここらでちょっとね、もう一回念押しをしたいなと思って。っていうかやっぱり取り上げないわけにいかないんでね、今回こうやって取り上げることにしました。でね、具体的になんだよ、早く言えよって感じなんだけど、それはね、ガジュマルの、学名、これね、レツーサって紹介してるとこあったりしますよね。でそれはもう間違い。で、ミクロカルパが正しいよって。いや、知ってるよって話かもしれないんだけど、意外とね、そんなこともなくてね、レツーサをずーっと使い続けてる、日本の園芸店とか、サイトとか、あるんで、ちょっとここらでね、もうやめましょうよっていう意味も込めて、やらせてもらおうかなと。そうそう。でね、これね、ガジュマルね。今日は障害動画じゃないから、ちょっとこれでおしまい。で、これちょっともうちっちゃいから映んないんだけど、例によって今日もね、ちょっとね、ペーパーをね、見させてもらうんだけど、なるべくね、正確にやりたいなと思うんで。でね、まずね、この誤用のね、なんでミクロカルパがレツーサになったかっていうのもやっぱりね、これまで歴史だからね、順を追って時系列で説明しなきゃいけないなと思うんですよ。でね、ざっくり簡単にね、まずね、レツーサとミクロカルパっていう名前がいつ付けられたのか。レツーサは1767年、リンネさんっていう人がね、付けたの。これね、スウェーデン人かな。で、ミクロカルパは1782年。これもね、スウェーデン人のリンネさんっていう人が付けたの。これね、同じ人じゃないですよ。これね、親子でね、植物学者やってて、で、ミクロカルパは最初にレツーサ付けた人のお子さんらしいんだよね。そうそう。でね、この間の動画でも出てきたね、ミケルさん。この人はね、何の動画出てきたっけ？湘南ゴムだっけ？ビンネンディギーとイレギュラリスの名前付けた人だっけね。そのね、オランダ人のミケルさん。この人がね、まずね、これ面白いんだけど、レツーサはミクロカルパと一緒だって言っちゃったんだね。で、違うのはもっと問題なのは、ミクロカルパを見て、これはね、レツーサの変異種だって言っちゃったの。で、それが記録されちゃった。でその時点から始まったんだよね、問題が。それがね、1860年代らしいんだよね。次にね、イギリス人が出てくるんだね。このね、リドリーさんって人。で、このリドリーさんはね、確かに、見りゃいいんだよね。シンガポール植物園の初代所長の方。で、この人がね、1800年代のね、終わりぐらいからね、1900年の最初の方までね、在籍してたんだね。で、この時に、マレー半島の植物とかを、集めた図鑑を作ったんだ。そこで、そのガジュマルをレツーサって載せちゃったんだよね。それがもう、それ以降の、ね、植物のその学術界の一時情報として降りてきちゃってるんだよね。そのせいで、レツーサっていう名前がやっぱり強く残っちゃってるっていうのがあるね。で、次にね、また出てくるんですよ。もうこの辺登場人物結構同じ人多いよね。ベルフさん。ベルグって書いて、ベルフっていう人ね。オランダ人の人ですよ。であの人と、あとね、コーナーさんっていう人。イギリス人か。この二人がね、レツーサとミクロカルパは別物だよっていう論文を出したんだ。それで、一回ね、ピシャッとね、やってくれたわけよ。言い切る男だよ。先人のね、間違いをね、正してくれた。その論文が2005年だから、湘南ゴムの論文が2007年だ。ちょっと前だね。その後さらにアメリカ人のリーフナーさんって人が念押しでね、もう一回ね、レツーサとミクロカルパ違うよってね、論文にね、載せてる記述があるんですよ。それでね、とどめを刺している。まだ言うかってバーンやってくれた。この辺やっぱ論文とかが出ているっていうのは強いよね。それやっぱりさ、園芸品種名の間違いとか誤用じゃなくて、もう学名の誤用なんで、学術的にやるってもう徹底的にやるじゃん。もう本当に研究して、で論文で出すみたいな。
ってて、こんだけ強い情報を何回も出してる。それこそ2000年入ってから、リーフナーさんの、論文が2016年かな出してるんだけど、それでもまだ劣封さ引きずってんだよね、ガジュマルって。これも日本だけじゃないんですよ。海外でも混乱を生んでた大きな問題なんだね。僕がね、取り組んでる問題っていうのは、この手の、世界的な、国際的な間違いとか、この辺に引きずられている僕らの周り、これを正したいっていうのが僕の見ている、僕が注目している領域ってそこなんだよね。なので、学者は本当に頑張ってほしい。そのベルフスさんとかコーナーさんとかね、リーフナーさんとか、この人たちのおかげで、ちゃんとした一時情報があるんで、こうだよって言えるんですよ。ただね、今日はやらないんだけど、ちょっとアルテ島周りの謎とかもあったり、例えばそれがさ、国際的じゃなくて日本だけなんじゃないのとか、そういう問題があるじゃん。アスペラ・パーセリとビレンスノーストームの混同とかも学術的な問題じゃないから、誰がいつ言い出したとか、誰が間違えてとか、そういうのがわからない問題なんですよ。で、しかも、なんていうの、間違え方もさ、ちゃんとさ、した学者が葉っぱ見てなんかして間違えたとか言うんだったら、実際確かに救いようがないんだけど、そういうんだったら、それが間違いだって誰か正す人が出てきたりとかするんだけど、そうじゃない、間違え方が変な間違え方、ただちょっと言い間違えたとかいうのが広まっちゃったとかだと、逆から辿っていけないんですよ。逆から辿ってこれが間違えてたんだよね。この人が言い間違えたんだとかいうのを言い当てるのって、その園芸品種名で言い間違いとか起きると、もうね、到底ね、原因を突き止めることができないっていうの問題があるんですよ。ただね、僕はね、割と僕が目指してる領域って、そういう問題も結構あるんで、いろんな質感があるなと思って、間違いに。で、今回の劣薄さミクロカルパの間違いっていうのは、ある種、もういろんな人がね、すでにね、研究して、この間違いについて指摘してくれてるから、ここで一見落着っていうことで、で、この一見落着したね、この一つの事象を、僕はただ紹介してるだけって感じなんだけどね。でもね、これ知っといた方がいいですよ。後で恥かくからね、ほんと。特にいいよ、一般のピカス好きな人が、ちょっと間違えてるとかならいいけど、そろそろね、お店とかもね、絶対にもうちゃんとした方がいいですよ。って言うとね、またちょっとね、角が立つんだけど、今日はそんな感じかな。ちょっと最後にガジュマルをちょっと登場させて、今日はこんな感じ。で今日はガジュマルの、学名の間違いについての考察動画でした。はい。じゃあ、今日はこんなところで、また。